おはこんばんちゅう、冬井のゆみです。この間、弓道経験のないお友達とお話ししていたんだけれど、ちょっとだけ弓道の話になって、その流れで鶴を作るっていうワードを出したら、声優、夜のって言われまして、いや、まあ、手作りチョコはカカオから作らないし、自作パソコンも。ってことで、鶴を作るということについて話していくよ。鶴って何っていう話なんだけど、弓の両端に貼る糸を刺して鶴って言います。弓道の場合は弦ではなく鶴って言います。元は植物の麻を原料としていたんだけど、現在はケブラーとか化学繊維の鶴も多いみたいね。このあたりの素材による鶴の使い分けは好みの他にも理由があるんだけど、それはまた別の機会にでも。じゃあ、鶴を作るってどういうことっていうと、主に2つやることがあって、他にもやることあるんだけど、とりあえず今回は置いときます。はい。1つ目、鶴輪を作る。鶴は、こういったほぼ出来上がった状態で販売されているんだけど、鶴の長さは使用する弓ごとに調整しなきゃいけないので、まずは鶴の長さを決めてあげます。そのために弓に引っ掛ける輪っかの位置を調整するんだけど、この輪っかのことを鶴輪って言います。厳密には両家の鶴輪で呼び方が違うんだけど、まあ、今回はいいかな。総称して鶴輪っていうので、気になる人は Google 先生とかに聞くと簡単にわかりますんで、はい。で、この輪っかの大きさによって、いろいろと、作用があるんだけど、そういったことも考えながら、鶴輪を作っていきます。で、どういう作用かっていう細かい話は今回は置いときます。はい。その2、中仕掛けを作ります。はい。鶴の長さを決めたら、次に摩耗しやすい部分の補強をします。矢をつがえた時に、はずや湯掛け、と接触する部分は劣化が激しくなってしまうので、鶴と同様の麻や合成繊維を巻きつけて補強します。はい。この補強がすでにできている鶴が売っているらしいんだけど、私は出会ったことがないですね。ちなみに、この中仕掛けを作るときに使う合成繊維が金髪っぽいからって、ジェニファーとかキャサリンって呼ぶ文化があるみたいなんだけど、私はその文化嫌いじゃないです。とまあ、この鶴輪と中仕掛けを作ることを指して、鶴を作るって言います。はい。今回はざっくりとした説明だけだったんだけど、次回は実際に鶴輪を作っていきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。